はい、こんにちは。本日はこちらの G-SHOCK、型番が GG-B100 というモデルの電池交換を行っていきたいと思います。こちらのモデルのモジュール番号は5594になります。まず最初に、裏を開けて電池交換通常にしていくんですけれども、この裏蓋のこのカバーがあるんですけれども、この中に裏蓋のネジが隠れていますので、まず最初にこのカバーを外していきたいと思います。で、カバーのネジなんですけれども、こちらですね、見てわかりますように、六角レンチを使うネジになっておりますので、お家にあればそれを使っていただいたらいいですし、なければ100均とかでも売ってますので、そちらを購入して開けることは可能です。まず外していきます。よいしょ。はい。このネジを外すと、このカバーが、そうですね、こういう感じでスライドして取れるはず。そうですね、こういう感じで外れますので、これで裏蓋のネジが出てきました。で、反対側も同じように外していきます。ですね。そしたら反対側もこういう風に外れて、このネジを開けると裏蓋が開くという形になります。ただ、このベルトがこういう状態だと電池交換しにくいので、私の場合はこのベルトも外していきたいと思います。ベルト外す場合なんですけれども、この部分ですね、この下に金属のこういうパイプが入ってまして、それを抜くとベルトは外れます。こんな感じですね。こういった感じで、こういうピンが入ってますので、両方抜いていきます。ちょっと時間かかるので、ここは早送りしますね。はい。これでベルトは外れましたので、これから裏蓋を開けていきたいと思います。裏蓋、こういったようにプラスのネジなので、普通にこういったプラスドライバーでくるくる開けていきたいと思います。はい。これでネジが外れましたので、まず最初にこの上のカバーですね。これを外します。そうすると、こういった風に、このプラスチックカバーも続いて外しておきます。そうすると、こちらに電池が出てきます。これを、私がよく使うのはこういった、なんていうんですか、ピンですね。これを使って、ここですね、このくぼみがあるんですけど、ここに。言ったら、こういった金属プレートがここの下に入ってて、それをこう起こすことによって開けれます。手前ですね。こういった感じで。こういう金属がで引っかかってますので、これをキュッと起こす感じですね。で、まず古い電池を取り出します。ですね。失礼しました。古い電池がこちらですね。見えますかね。逆だった。こちら、CR2025 という電池です。そこに、そのままでいいんで、新しい電池をこう入れていきます。で、ここ粘着テープになってるんで、先に下を押さえながら、これをパチッと戻すだけで、これで OK です。で、この絵に書いてあるように、この AC っていう部分ですね。こっちの、これですね。この AC っていうのが、ここに、わかりづらいかな。ここですね。この AC って書いてる、この中に、奥まったところにあるこの金属ですね。ちょっとゴールドっぽい。これと、このマイナスがここですね。これを、こういったように、こういう細い、なんていうんですか。ピンセットがあれば、これを刺して、こっちも押さえて2秒間かな。
こう押さえると、これでリセット完了です。で、裏向くと、確認のためこういうふうに、針の基準値合わせができるように、セカンド、針の方ですね、秒針ですね。これが00と点滅しています。これで OK です。ピンセットがない場合、いつも私がやってるように、こういうクリップ伸ばした、こういうのを作ってもらって、こうリセットしても大丈夫です。次、そのまままた裏蓋を戻していきます。その時、一応確認なんですけれども、よくこのバネですね、これが落ちやすいので、それが落ちていないかと、パッキンがきれいに入っているかどうかは確認してください。で、先ほどのこの白いカバーを最初、どっちは逆かな、こうですね、ごめんなさい。こう、押さえて、で、この裏蓋を、上下間違えないように、こういう風にして OK です。で、ネジを止めていきます。ちょっとまた早送りしますね。はい、これで OK です。で、この状態で、今、点滅してるって言いましたのが、この秒針ですね、ここの秒針が、長針短針が12時に向かないと基準値がずれてるということなんで、まず秒を、これ、早送り、こうですね。行き過ぎた場合は下でこう押していただいて、上にして、で、この左下を押すと、時間が動きますので、これで長押しすると、連続で動き出しますので、手前で止めていただいて、12時ちょうどに持っていきます。こんな感じで、ですね。これで、針の基準値の設定は終わりになります。そうすると最後にこの左上を一回押して、これで、設定は終了になる。はい。次にデジタルを合わせていきます。デジタル合わすのは上を長押しします。まずピッといって東京が出ますけれども、もう一度押します。そうすると、秒が点滅しますので、秒を、押すと0になるんで、こちらの基準値か何かスマホとか見ながら0って押していただいたらいいので、最後にやればいいと思います。で、もう一度左下を押します。12時。これも例えば1時、2時とかこう変えていく。今の時間ですね。これも上下で変えていきます。あと、2015年になってますが、6、7、8の、これも順番に設定していけば大丈夫ですので、これも、これは月ですね。で、日付。で、また戻ります。それで、これで0にして、これで合わせたとしましょう。それで終わりましたら、最後にこちらの左上をもう一度します。これで今の時間に、針の方も戻りますので、これで電池交換と、時間設定は終了となります。はい。この時計、コネクトと書いてますけれども、スマホと接続させて時間を自動的に合わせる機能もついてますので、そちらの説明に関しては以前、別の動画で、説明したのがありますので、概要欄に貼っておきますので、もしよろしければそちらも参考にしてみてください。以上でこちらの電池交換と、時間合わせは終了となります。あと、ベルト外された方はまた、普通に別に戻してはめて、逆か。こっちね。先ほどのピンを忘れずに入れて、カバーを取り付けてみてください。以上で終了になります。ご視聴ありがとうございました。